皆さんおはようございます。シオネルです。朝4時50分の東京駅です。夏休みも終わった頃かと思いますが、私の夏休みはこれで締めます。そう、青春18切符です。 JR 全線の普通列車が5回乗り放題になる12,050円の切符、つまり1回2,410円で旅に出れちゃうみんなの味方。私は初めての青春18切符なんです。ということで今回は東京から1日で行ける最長距離にチャレンジ。アプリ調べによると1日の限界は新山口駅、2,410円で東京から新山口まで移動します。ということで早速スタートします。すいません、これをお願いします。はい、1回目ですね。ありがとうございます。東京市営から旅客一斉情報シートの普段見ることのない東京駅の雰囲気を見られるのも旅の醍醐味。スタート前から青春18切符の恩恵を受けています。今回の行程はこちら、全192駅 1048.7km の移動です。ちなみに今回はギリギリの行程なので、1本でも乗り遅れたりダイヤ乱れがあればゲームオーバー、どこかで野宿することになります。ドキドキしていたら本日最初に乗る電車が到着、東海道本線です。ついにスタート。皆様も無事に到着できることを願っていてください。奥に見えるグリーン車は課金すれば利用可能。もちろんしません。5時20分東京駅を出発します。始発駅なので余裕で座れて一安心。なぜなら最初の電車から2時間乗り続けるので、ここで座っておかないとちょっと厳しいスタートになります。3時起きで眠すぎるので一旦おやすみなさい。熱海駅で学生がドワッと乗車してきました。通勤通学ラッシュです。最初の乗り換え駅三島駅に到着。降りる人が多いことに焦っています。でも記念撮影は忘れません。完全に出遅れて初心者丸出しです。もうすでに東京を離れた感じがしますね。座れませんでした。東田子の浦から吉原間を走行中、富士山がドドーンと見えます。ここら辺はいつもなら新幹線で通過してしまうので新鮮な景色ですね。8時29分静岡駅に到着です。ホームには静岡の駅弁東海軒、食べたい。でも乗り換え時間が2分なので見なかったことにします。反対ホームに乗り換えです。初めての駅での乗り換えは不安ですが、みんなについていけばなんとかなります。1時間11分の乗車です。車両を移動したら座れました。ふかふかのクロスシートで高級感がありますね。なんだか撮らないと失礼に当たりそうだったので撮影しました。9時42分浜松駅到着。静岡駅と浜松駅ってこんなに離れていたんですね。今回は乗り換え準備バッチリですが、後ろからの圧力がすごいです。毎回皆さん乗り換えが素早いです。おそらく青春18切符だろうなと思われる方々もたくさんいます。2時間の乗車です。途中で空いて窓側に座れました。3時の起床から早7時間。お腹が空いたのでおやつタイムです。乗り換えの時間が短いのでご飯を食べる時間がありません。これが結構きついかも。
夏なので熱中症対策も忘れずにと言いたいところですが、正直今日はほとんど車内にいるので汗一つすらかきません。列車によっては冷房の温度が全然違うので、長時間乗車するということも考えると長袖を持っていくのもいいかも。名古屋駅に来ました。ここで初めての休憩タイム。乗り換えまで24分あります。駅そばなどはなかったので途中下車。かなり人が多くて改札を出るのに時間がかかって焦ります。のんびりしている時間はないので改札を出て目の前のドトールへ。ここで気持ち程度の充電も。なんと食事が来た頃には残り11分。今までにないスピードでジャーマンドッグを頬張ります。6分で食べ終えました。お願いします。ありがとうございます。また再開します。当たり前ですが座れませんでした。35分間の乗車なので問題ありません。途中下車してみたい駅がたくさん。今回は車窓から発見するだけでも面白いです。12時46分、米原駅到着。反対ホームへ乗り換えです。空いていると思ったら優先座席で窓側争奪戦には敗れました。2時間半の乗車です。サンダーバードにも遭遇して、私にとっては身近な風景ですね。向かい合わせだと足元に荷物を置けないので膝の上に抱えます。本当はもっと身軽に来たかったのですが、翌日の用意もあるのでこれが限界。大きくって逆に寝やすかったですね。座って1時間でこのずっと足が曲がっている状態がきつくなってきました。あと1時間半我慢するか立つか、せめぎ合いです。14時9分新大阪駅。ここで今日の移動の半分くらい。なんと大阪駅でたくさんの人が降りて移動に成功しました。足が生き返りますと思ったら大きめの雲が出現。私は虫が本当にダメです。一旦精神統一します。ミミズだってオケラだってアメンボだってみんな生きているんだ、友達なんだと言い聞かせて、私の座席下にいる雲と一緒に旅を楽しみます。いつの間にか忘れていましたね。15時17分姫路駅到着。姫路駅に到着しました。あと14分後に出発する播州赤穂駅に乗ります。反対ホームに乗り換えですが、1本見送り自発に乗車します。駅そばがありますが、私の食べるスピードではおそらく無理なのでチャレンジしません。19分の乗車で乗り換えなので忘れないようにしないといけません。15時53分愛陽駅到着。反対ホームから3分後の発車です。可愛い車両に乗れると嬉しい。
1時間の乗車です。ラッキーなことに席が空いて座れました。事前にお菓子を用意しておくことは大事ですね。手が止まりません。でもこのおかげでしっかりとしたご飯が食べられなくても全然余裕でした。一番前からは絵画のような車窓を楽しむこともできて大満足。地元の学生たちもたくさん乗ってきました。いつもいろんな地域に行って思うのですが、学生さんたちはあまり座席に座らないんですね。新型ヤクモに遭遇しました。かなり移動してきたんだなと実感します。17時3分岡山駅到着。人をかき分けております。乗り換え時間は1分なのでかなり焦っています。反対ホームとはいえ乗り換え失敗を想像すると心臓が疲れますね。1時間半乗車するのでどこかで座りたい。途中東福山駅までホーム側すべてのドアが自動で途中で座れました。そして地元の方ともお話しして旅にまた素敵な思い出が一つ。駅の模様がくら寿司。今日は車内から朝日を見て、今夕日も見ています。街もすっかりピンクに染まり、なんだか懐かしい気持ちに。18時35分糸崎駅に到着。国鉄時代には機関区が置かれ、多くの列車が長時間停車していたそうです。糸崎駅到着。留置線にはレッドウィングが止まっています。ラスト2校です。ここは岡山方面、広島方面の乗り換え駅となっています。2時間の乗車です。広島駅が近づくと突然明かりが増えます。マツダスタジアムでは試合があったようで、カープユニを着た方がたくさんいました。辺りはもう真っ暗。3時起きなのに夜になると逆に覚醒して眠くならないのってなんでですかね。21時6分岩国駅到着。岩国駅に到着しました。乗り換えまでに30分時間があったので駅を散策。乗れないけど初めて見る車両たちにも会えて嬉しいです。終電のホームでベンチで寝てる方がいらっしゃったんですけど、もう出ますっていうのでドア閉まったんですけど、一旦ドア開けて終電ですけど乗らないんですかって起こして声かけに行ってました。優しい。そして本日最後の乗車です。新山口行き最終列車。見慣れない車内にワクワクします。21時47分岩国駅出発。2時間15分の乗車です。外の明かりが少ないので光を遮って車窓を楽しみます。ついに到着しました。新山口駅。現在は日付は変わって0時2分、朝5時20分の乗車開始から18時間42分、全192駅 1048.7km の移動、無事完結です。まず JR がここまでつながっているということと、ダイヤが乱れることもなく安全に送り届けてくれたということに感激しました。ということで1日の最長距離を行く青春18切符の旅、いかがでしたでしょうか。
正直初めての挑戦に怖さもありましたが、私は想像の10倍楽しめました。初めて見る駅、街並み、列車、全てにワクワクしてあっという間でした。本当に辛くなかったのと思う方もいると思いますが、自分でもびっくりですが辛くありませんでした。足はパンパンだけどお尻は無事ですね。休みの日に寝たり携帯いじってたらいつの間にか一日が終わっちゃってたっていう経験ありませんか？まさにそんな感じで、いつの間にか新山口に着いちゃってたが正しいです。ということで本日も最後まで見ていただきありがとうございました。またねー。